秋葉県産、これを頂戴して今愛用してます。楽しいからやれるよね。楽しい。多い時は300人以上来るので。音稲村へようこそ。ご注文こちらの方で。熱風そばです。お召し上がりください。あまり込まれちゃうとこっちももうテンパっちゃうんで。東京からわざわざありがとうございます。出来上がりました。どうぞ。週3の5ヶ月で1万倍。失礼いたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。よし。これね、レブンの天然物ですね。漁師さんとにいろいろお願いして。4日分ですね。今回の週末の分だと思います。それで間に合うかどうかということで。去年の7月4日がオープンなんですよ。すごい大変かな。そうですね、1回目並んだ感じでもうすぐ次はなくなるんで次も準備しておかないとダメなんで一日何杯作ってんだろうなぶとまあうちはねうちはって言われてるこのつゆがあるのでこれが最高ですね、これと昆布の相性がめちゃめちゃいいので。入ってきても大丈夫だよ。あ、はい。これもうちょっとしたら火を入れます。はい。多分皆さんね、この狭いところで、多い時は、300人以上のお客様が来るので、って皆さん結構。びっくりされるんですけど、いや実際来てるんですよって言って、どうやってやってんのっていうのは言われます。よし。
回30人弱なので、だいぶ30人10回とか行く時もあるんで、12345 6回ぐらい作るんですよ、梅雨は。金土日月なんですけど、やっぱりさすがに土日は多いんですけど、この間の月曜日とかでもやっぱり100人以上いらっしゃいますね。びっくりするぐらい。作ってくれた、なんかその本当のオトイネップの海峡なんですって。そう、元 JR の人だから。なるほど。はい、こういうのが。駅そばらしい。そう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 。はい。これ今水に馴染んだからまだ火は入れてない。これから火を入れて適度な温度で一回止めます。こう何十年もやってた常盤軒さんっていう時代から使ってるお鍋、これを頂戴して今愛用してます。これで昔はここでは茹でてはいなかったんですけど、今はうちらは生麺を使ってるんで、ここで茹でて、水で締めてすぐ出すみたいな感じで今やってます。千葉の製麺所さんなんですけど、その千葉で佐藤さんって方がオトイネップ食堂を何十年もやられて、一度このオトイネップの畠山製麺さんの黒いそばがなくなった時に、これはなんとかせねばならんって、そのオトイネップ出身の方なんですよ。で、ご兄弟の方がオトイネップでそば畑をやってますんで、そういう関係で黒いそばを開発してくれたんですよね。そのご縁で、まあうちでやらないかっていうので、やりますやります、みたいな感じになって、いや本当に千葉のね佐藤さんと三浦屋製麺さんっていう製麺所なんですけど、もう一応いろいろ我々もお客さんとこうでああでよってやったの意見を、フィードバックしたらちゃんとそれに応えてくれて、ものすごく今すごくなんていうかな、美味しいのもあるけど、こう作業がしやすい、調理しやすい麺になってるかなって思います。ちょうど1年になるんですけど、昔去年食べた方は多分今年来たらあれなんか変わってるなって思ってもらえたら嬉しいかなって思うんですけどね。いいですね。そう、オトイネップそばって皆さん思い入れがすごいから、まあ人はまあまあ来るのかなと思ってたんですけど、なんかそれ以上に来ちゃってるので、もうその皆さんのそのご期待に応えないもダメだなっていうプレッシャーはあります。皆さんも喜んでくれるお客さんばっかりなので、やりがいはありますよね。ゲストハウスで食堂とかをやってたんですけど、今は本当に駅そば中心のゲストハウスとかみたいな感じにはなってます。わざわざそのゲストハウスに泊まってそばを食べに来るって方が結構多いです。いらっしゃるんですね。いますね。オトイネップそばすごいやっぱり、この黒いそばをやり始めた先代のそのね、畠山製麺の畠山社長とか、ここで駅そばを何十年ももう100年近くやってるね、その西野さん、常盤軒さんには本当にまあ当時その、なんだろう、物があまりないスピード感もない時代に、これだけのブランドを作って皆様に愛されたっていうのはものすごいなっていう、もう尊敬のあれしかないです。あれに恥じないあれを作ろうと思ってるんですけど、まだまだひよこですね。まだまだひよこです。楽しい。駅そばが楽しいっていうかね、もう本当いろんなお客さん来るし、楽しいからやれるよね。これ？これお麩です。玉麩。
琴音ちゃん、どうもどうも来たのね。来たよ荷物だけ常連さんです。ああ、そうなんですね。びっくりした。風が気持ちいい。もうちょっと熱くなってこっち。皆さんどうもおはようございます。人口ですね580人の小さな音威子府村へようこそ。お蕎麦を食べに来ていただいてありがとうございます。それではこれより開店しますんでよろしくお願いします。ではご注文こちらの方で受け取りますんでどうぞ。いらっしゃいませ。おはようございます。レジェンド、はい、900円になります。はい、ありがとうございます。いらっしゃいませ。はい、私です。ありがとうございます。後ろに並んでお待ちください。ネップ、はい。ありがとうございます。1800円になります。はい、ありがとうございます。円になる感じですそうね。はこうなっててもね、い。はい。意外と回転が良くて、はい。スイ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 こう、ああ、そうなんです。はい、並んで座って食べてまた次の方、いなんかすごいなぜか奇跡的な流れになってます。水で締めると黒くなりますね。はい。はいよ。緊張してるみたいです。すみません。
レジェンドお二人です。どうぞ。はい、どうぞありがとうございます。はい、お待たせいたしました。ネップとレジェンドです。おふぎゅっとつゆにしみしみさせてお召し上がりください。はい、どうもありがとうございありがとうごます。ざいます。お待ちいただいてよろしいですか。すいません。そのなんだろうな、熟成させる日数によっても変わるんでめっちゃ黒くなったりする。それはまだ来たばっかりのやつなんで。はい、大変お待たせいたしました。どうぞネップです。はい、どうもありがとうございぎゅっとます。しみしみさせてお召し上がりください。ありがとうございます。おふしみしみさせてください。はい、ありがとうございありがとうございまます。す。多分ね、この狭さがいいんですよね。このスペース感が。びっくりするぐらい狭いんだけど、はい意外に動線がなんか動かなくていい。はい何は笑うとこそこ振り向けばあみたいな2番だしも負けないぐらい。はい、どうぞネップ様です。もう少しでお伺いできますので少々お待ちください。1番だし2番だし1番だし2番だし1番だし2番だしみたいな感じのコンボです。1番だしはね、味もいいんだけど香りがすごいんですよ。はいで2番だしはもうはいぐっと旨味がもっと出るぐらいはい感じで、なんかはい素晴らしいコンボですまあまだオープンしたばっかりだからね、はいそうですね。今日でも平日だからどうだろうね。そうだね。今日しかも午後から雨だし。あーでも本当に雨なのかな。いや、いいんですよ。あんまりそうですね困れちゃうとこっちももうはいテンパっちゃうんで、はいじゃあこういろいろお話もできたり、はい冬が意外にいいですよ。どっから来たのとか、どこ行くのとか、いろいろ会話が弾むんですよ。はい昼ぐらいになったらいろんなこう、はい面白いそうなお客さんが来るんで、はいちょっとお話ししちゃうなみたいな。はいね。40から50度ぐらい近い間のこうなんだろう3台火が全部はいフル稼働になるんで、はいだからこの辺は桃あたりとか下半身ぐらいはめちゃめちゃあったかいです、はいそう、ね冬はね、だからねそうだねサウナみたいな感じで3キロ4キロはすぐ痩せますはいはいいらっしゃいませこちらの上にも写真のメニューあるのでよかったら。はいいらっしゃいませどうぞ注文こちらですよどうぞはい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 よはい一人ではいさあ
どちらからいらしたんですか？東京です。東京から？わざわざありがとうございます。写真、昔の写真も買っていただいて、あ、これ切符ね、昔、はい。今日はこれからどっちに行くんですか？あ、ビーフか？ああ、トルコ王国ね。はいはいはい。今日雨、まだ今のところ大丈夫だけどね。そうそう。はい、大変お待たせいたしました。熱風そばです。どうぞ。ぎゅっとつゆをしみしみさせてお召し上がりください。しみしみ楽しみって言います。ありがとうございます。はい、どうぞお待たせしました。レジェンドです。ありがとうございます。プラレジェンドを2つお待たせいたしました。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。人なんだけど。ですね。はい。 12時ぐらいからもうバタ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 って来る時もあります。あるんで、油断できない。すごいいい香り。入りきれない。メニューはね、上に。はい、いらっしゃいませ。あ、お待たせいたしました。熱風そば3つ出来上がりました。どうぞ。熱風そば3つお待たせいたしました。お麩なの、お麩。だからギュギュッとつゆに箸で押して染み込ませて。ありがとうございます。カツそば食いたかったんだな。あ止まってる。あ、止まったらか。止まったら増えるか旭ら。川の人なのに。価値あるから。気をつけて。ごちそうさま。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。大体そうだね、まあまあ人気あり人気あるんですよ。醤油代わりに使えるんですよ。あー、はい。煮物にしたり、納豆の
タレにしたり、はい、あとお刺身とかね、めちゃめちゃ美味しい。そうですね。結構タレだけ欲しいっていう方もいます。もう終わり20終わりですね。オリジナルグッズです。はい、当時の何十年前かな、30年40年前のホームにあった時の、駅そばの店内の写真です。でこの奥様がこう線路を渡ってこうそばを運んでる。こういうのも手作りなんですよ。あ、これもそうなんです。はい。で、まあやっぱ音威子府村のやっぱりこうアートの村なので、それに合う感じでちょっとデザインしてもらって、7種類の木を使ってます。もう桜だとか、ブナだとか千の木だとか、なんとかってで7種類の木をちょっとこう、高さも変えて立体こう出して、で私手作りで作りました。去年の7月からで12月約5ヶ月、週3の5ヶ月で1万倍いっちゃったんですよ。楽しんでる。1、2、3、4種類の木で構成されて。ありがとうございます。いやでもなんかいい匂いしてたからこれだけでもあれな地球の現実で皆様に思い出を蘇らせるようになんか頑張ってます。一つ、はい、どうもありがとうございます。道中お気をつけて、はい。ありがとうございます。はい、どうぞお待たせいたしました。